そのみやこの熱波ラジオ12分でサウナラー。皆さんサウナ入ってますか？私たちもサウナからお届けしております。聞き終わったらちょうど12分、お相手は放送作家の澤田さんです。よろしくお願いします。お願いします。お願いします。そういや澤田さんって出身どちらでしたっけ？僕神奈川です。あ、都会の人だ。めっちゃ神奈川です。神奈川って言ってもどこ？はい、神奈川の？生まれ横浜ですね。あ、横浜っ子。横浜ですけど、育ったのは川崎ですね。あー、まあでも川崎と横浜って違うんですか？結構。あ、違います。違います、ね。県民としては横浜と川崎も違うし、川崎の中でも違うし、まあ川崎の方がよりあれなのかもしれないです。僕の生まれた横浜は、いわゆる都会の横浜じゃなくて、瀬谷区っていう田舎なんですよ。瀬谷区、はい、初めて聞いた。ここのスタッフさんは横浜出身なんで分かると思いますけど、瀬谷区は田舎ですよね。田舎、はい、今うなずいていただいてますけど、田舎なんだ。で、川崎市は縦長なんですよ、北部と南部があって、北部は割とお上品、新百合ヶ丘とか、はい、結構芸能人の方も家あったりとか、なんだろう、セカンドハウスあったりとか、まあ静かで住みやすい、穏やかな街って感じですよね。はい、で、南は、治安の悪い風俗街ですね。風俗街、はい、すごい。こんな言い方していいのか分からないですけど、変化がすごいですね。私もうすっごい田舎だから。でも僕はちなみに川崎に関しては北でしたよ。北だから俺は治安が悪いところではないぞと。そうだから品がいいぞと。横浜の田舎、横浜の中の田舎、川崎の中のおしゃれ。なんかありますよね、その小さなちょっとこう抵抗。でもなんか、横浜なのに横浜出身って言わないんだっていうのは言われます。でもなんかそれは言わないですよね、僕。なんかありますよね。なんか神奈川で横浜出身の人は絶対出身地どこって言ったら横浜って言うじゃんみたいな。そのイメージ。園さんは、出身は徳島県。そうです、徳島県でございます。僕徳島で一個聞きたいことあるんですけど。はい、なんでしょう。徳島って、電車ないんですか？徳島は電車ないです。それってどういうことなんですか？だってまあ沖縄がね、ユイレールができてとか、沖縄は昔そういうイメージありましたけど、言ったらじゃあ四国4県あって徳島だけ電車がないっていうのがあんまりよく分かってないんですけど。そう、電車がない、正式に言うと汽車があるんですよ。汽車っていうのは疎開されてるんですか？みんな疎開されてる。いや、もう汽車とかになったら疎開とかそういう話になってきますよ。まず電化されてるものがないんで、私たちは電車がないって言ってるんですよ。だからディーゼル車、汽車です。だからあれですよね、線路はあるってことですよね。線路はあります。例えば徳島って空港は阿波踊り空港があります。阿波踊り空港から、じゃあ例えば園さんの、ご実家があるところに行こうと思ったら、線路はつながってるんですか？つながってるけど、近くまでそんなものは使わないです、私たちは。基本的に汽車に乗ることってほとんどないです。疎開する時ぐらい、疎開する時ぐらい。いや、まず今ちょっと分かんないんですけど、汽車乗る時はみんな見送る人から泣きながら日本の国旗振られるんですか？いつの時代ですか？いや、汽車ってそういうもんでしょ。やっぱ汽車ってそういうイメージ。でも汽車って私たちは言うから、しかもまずほぼワンマンワンマンで、これ田舎だったらワンマンで1時間に1本とかだと思うんですけど、これ市内もです。で、乗り遅れたらもう終わったって思います。今日は終わったと。そんな環境の中育ってるので、まず電車に乗り慣れてないし、徳島県民って多分ほとんど乗らないんですよ。で、多分今でも分かんないですよ。ちょっと間違ってたらすいません。自動改札がないんで、今でも徳島駅大きいですよ。駅前、駅員さんに切符渡します。で、なんかペンチみたいのでパチンってやってもらうんですか？はい。うっそーで育ってるから、でバリバリね、だって電車乗って電車ですね、バンバン通ってる場所じゃないですか。もう電車なんてほとんど乗ったことないですから。高校は何通学だったんですか？高校は徳島ですか？ちなみに徳島です。何通学？自転車です。チャリ通。はい。自転車か、みんな車で送ってもらうとか。電車乗ってる子、汽車乗ってる子ほとんどいなかった。電車って言いましたね、完全に。電車ちょっとカッコつけちゃった。電車はないんですっていつも言うんですけど。でも東京行ったらびっくりしません？だってもう小学校1年生が電車乗って通ってるじゃないですか。あれすごいびっくりなんですよ。もう毎日初めてのお使い見てる感じで、みんなすごい一人で乗ってる。どういうことって思います。あんなちっちゃい頃から。
じゃあ、僕が徳島旅行行きました。じゃあ、まあ飛行機で行って、はい、じゃあ、園さんちょっとおすすめのスポット教えてくださいよってじゃあ3つ4つ聞きました、それの移動は何が一番便利なんですか？記者もそんなに路線図がいろんなところに繋がってるわけではないですか？繋がってるけど直線です。直線だからおすすめはもうレンタカーかやっぱ車社会ですね、もうまずバスとか汽車をおすすめすることはないので、車社会バスもない、もうレンタカーもうおすすめはね、そうですね。ぜひ来てみてください。汽車ちょっと乗ってみてくださいねえ、そうなんだそうだから移動は本当に大変だったんで、今でもやっぱり電車ってそこまでやっぱ慣れないです。ようやく慣れましたけど、東京はなるほどな、やっぱ車の方がちょっとやっぱ落ち着きますもん。徳島はちなみにおすすめはあります？僕高知はあるんですよ。高知と香川はあるかな。場所ですか？はい。祖谷の桂橋とか行かれたことあります？桂橋聞いたことありますね。あります。有名なんですけど、祖谷。あとは一番はでも阿波踊りですよね。もう終わっちゃったけど今年は阿波踊りの時期はもうすごいです。なるほど。全国世界中から集まるので。四国そう考えたら祭り強いですね。よさこいとかも。そうですね。お祭り強いです。ちょっとぜひ機会があれば来てください。はい。じゃあそろそろ行きますか。はい。モーナトーク行きましょう。サウナトーク。今日は何でしょうか。3枚のフリップから。はい。はい。ではでは今週はうでいきたいと思います。にゃん。ロッカーナンバー789、3色さんから、これは絶対喜ばれるというキラープレゼントを教えてください。キラープレゼントね。これちょっとでも不毛じゃないですね。不毛じゃない。大事。男女ともにかな。これはなんか彼女にだったらとか異性にだったらとか、いやこれ誰にでも使えるっていうキラープレゼントもあるでしょうし、そういうこの用途っていうのはあるんじゃないですか。そうですね。なんかでも女性同士だったらプレゼントって結構あげれるものいっぱいあるんですよ。何あげるんですか？だってコスメとか。それって好き嫌い分からないんですか？それがね、無難なのがあるんです。無難なのはもらっても嬉しいんですか？ちゃんと嬉しい。だってもう消耗しちゃうものだから。だから子供生まれた人におむつあげるようなもんってことですか？そうですそうですそうです。それはでもキラーじゃないですね。キラーじゃないね、確かに。キラー僕でも1個ありますね。誕生日とかなんか昇進とか、それこそこの前も僕の友達がパイロットやってるんですけど、副機長から機長になった、お祝いとかで使える先輩の誕生日とかね、氷が溶けないサスタンプラー。どうですか？サスギャラリーじゃなくてサスいや何個かあるんですよ、でも僕のやつは、そこタンプラーだけじゃなくて水筒も出してるんですよ。でその水筒に氷が入ってます、飲み物入ってます。でそれを車に積んでます、その車が一回爆発炎上したことがあるんですよ。車が灰になるんですよ、そこから出てきた水筒をパッて開けたら氷溶けてなかった。わー、すごいですね。それのタンプラーだから、お酒飲む人はめっちゃいいじゃないですか、ハイボール飲むにしても焼酎飲むにしても氷が溶けないですから、氷一回一回入れるの面倒じゃないですか。面倒でも絶対氷溶けない。いや、そういうのってね、嬉しいですよね、だって自分であんまり溶けないし、今高級なやつとか結構あるけど自分じゃ買わないじゃないですか。買わないです。そういうの結構いいと思う。でそれ言ったら、ね、大体タンブラーなんてシルバーとかそんなもんですけど、なんか薄く彫刻も入れれるから、貴重祝いとか、確かに、誕生日とか入れることもできるし、そうなんですよ。さっき園さんも言った通り、言うて 2,3 万するんじゃないですかね。そうですよね。そう 2,3 万するんですよ。プレゼントとしてはちょうどいい値段というか。確かに。でも私も最近結構お渡しするものはマッサージガンあるじゃないですか。ありますね。あってちっちゃいのから大きいのからアタッチメント変えれるやつね。あれめっちゃプレゼントしまくってます。
あれってああいうのって自分で買っても意外と埃かぶしちゃうんですよ。もらったら意外と使うんですよね。で肩こりとか腰痛いとか、なんかこう何気ない時は、今ってこれくらいなんでバッグに入れて、なんかビーって当てて、私も常に持ち歩いてるんですけどとか、このくらいの缶ジュースぐらいのサイズなんですけど、もう一個あって布団除湿機があるんですよ。ダニもやっつけてくれる、湿度もこうっていうかカラッと乾燥したみたいにしてくれる、それを布団にポンってこう突っ込んでおけば。それはなんですか？ホースなんですか？ホースじゃないです。これくらいのサイズの、いやこれくらいのサイズのものを布団にバンって入れれば、うーんってこう布団を乾燥とかダニとか除菌してくれるんですよ。布団に入れるってどういうことですか？布団に差し込む、布団の端っこに、なんていうの、布団に刺すっていうのは布団めくってポンって入れとくんです。コンセント挿して自分が入るところにってことですか？そう、ベッドにポンって布団をめくって中に入れるんです。それ言ったらじゃあ頭の方からパッて入れて、足の方のダニもいなくなるんですか？全部頭の先から先まで行きます。だから足元に私は刺して、足元に置くんですよ、それを。ベッドに入れて、でそしたら枕元まで行くので、毎日転がっていくってことですか？転がんない。風と熱が行くんですよ。だから2メートルぐらいの範囲はやってくれるってことですね。そう、やってくれます。で毎日使う場所だし、布団なんて毎日洗えないみたいな人もいるから、そういうのプレゼントしてます。生活に役立つものとかがいいんじゃないですか？それはでもかぶんないでしょうね。持ってたっていうのが一番いいじゃないですか。そうですね。確かにそれ持ってたはないかな。なんかこれちょっと役立ててほしいなみたいなのがちょっとおすすめだと思います。プレゼント皆さん悩みますけどね。言うてる間にもう12分ですよ。12分本当にあっという間ですね。今回も楽しかったです。不毛なトーク。それでは皆さん、これからもサウナに入っていきましょう。皆さん、さよなら。